どうも皆さんこんにちは。今日はこのフィルムカメラで撮った写真を見ながら公開反省会をしていきます。失敗写真がほとんどなので見苦しいものが多いと思うんですけど、このカメラで撮る1本目のフィルムだったので、ちょっとね記念的な意味合いも込めてやっていきたいと思います。まず先に撮影条件とか使用機材、使用フィルム、それからフィルムスキャンについてなど前置きを話すので、早く本編が見たいという方早送りをしちゃってください。タイミングは概要欄に書いておきます。まず使ったカメラはこちらです。先日購入したばかりのペンタックススポットマティック SPF っていうカメラです。レンズが SMC タクマ 55mm F1.8 です。これは最初からこのカメラとセットになって売ってたので、そのまま使ってるっていう感じです。使用したフィルムはイルフォード XP スーパー400モノクロフィルムです。数種類フィルム買ってあったので、どれを使おうかなと思って、私のインスタグラムストーリーズの方でねフォロワーさんにアンケートを取ったんですよ。そしたらこのねイルフォード XP2400 っていうのが人気が高かったので、今回これを使ってみました。これちょっと特徴があって、モノクロフィルムなんだけどカラー現像ができるっていうタイプのものです。でフィルムスキャンとデータ化については前回私の動画でやったやり方で自宅で自分でスキャンしました。でモノクロフィルムのスキャン後の画像編集なんですけど、この間ご覧いただいたこのやり方にあとワンステップ加えないといけないです。ほんのワンステップなのでここで補足しておきます。フォトショップからライトルームに戻ってきた時点で、ここの白黒っていうボタンを押します。これだけです。これもフォトショップでできるんですけど、私はライトルームでやってます。それからこのレンズ使うの今回が初めてだったので、フィルターとか使わずレンズのピュアな写りをテストしたいなと思ってたんですけど、撮影に行った日がねすごくいいお天気だったんですよ。で中に入ってるフィルムが ISO400 で、このカメラの最速シャッタースピードが1000分の1ということで、ほとんどの場面でこの ND フィルターを使ってました。ということでね、今回は残念ながらこのレンズのピュアな写りではないです。ということで前置きはこの辺にして反省会を始めていきます。まずこれ正真正銘の1枚目なんですけど、私フィルムの1枚目ってなかなかシャッター押せないんですよ。これでいいのかな、このショット本当に必要なのかなとかいろいろ考えちゃって、なかなかシャッター押せなくて、この日もそうだったんですけど、ちょっとこれじゃあ撮影が進まないということで思い切って「えい!」って押した1枚です。一応この手前の影のラインが真ん中の人物に続いているっていう構図で撮ってみました。でこれ2枚目なんですけど、これは前ボケを見てみたくて撮ってみました。で焦点はねこのクラフトビアガーデンっていうところに合わせてあります。でこれ3枚目、これ駅で撮ったんですけど、これは何が見たかったかっていうと、この左側のシャドウ部分、それから空のハイライト部分、ここのね明暗の差がどういうふうに映るのかなっていうのをちょっと見たくて撮ってみました。でこの電車のところにピント合わせてあるんですけど、本当はねもう少し電車が進入してきたところで撮りたかったんですけど、シャッターを押すのがねちょっと早かったと思います。で次これも駅で撮った写真で、手前の車道と奥のハイライト、こういうねちょっとコントラストを撮ろうかなと思って撮った写真なんですけど、本当はねピントこの人物に合わせたつもりだったんですよ。それがねピントが合ってなかったっていう、ピントがずれてる写真です。構図的には悪くはないと思うんですけど、なんかちょっと何が撮りたいのか分かんない写真になっちゃいましたね。さて次なんですけど、これはね完全にタイミングを逃したっていう写真なんですよ。私がカメラを構えた時にはこのフレームの中には1人だけしか人がいなかったんですよ。この辺の位置に女の人が立っていて川の方を向いていたんですね。でその後ろ姿をシルエットで撮ろうかなと思ってカメラを構えてたんですけど、カメラの設定をねちょっと手間取っていろいろ変えていたら、その女の人はいつの間にかいなくなり、どんどん人通りが激しくなってきて、もうタイミングずれたままシャッターを押したっていう感じです。なかなかこのマニュアル操作になれないので、こういうふうにしようああいうふうにしようってやってるうちにね時間が過ぎちゃってタイミングを逃すんですよ。こういった感じでマニュアルカメラの操作に慣れてないので、いちいちこう設定に時間がかかってシャッターチャンスを逃しまくるっていう一日でした。
で次これはね、手前にある長く伸びた草、ここだけに薄くピントを合わせて他をぼかすとどうなるのかなっていう感じで撮ってみました。なのでね、これ確か F1.8 で撮ったんですよ。でもちょっとやっぱり F1.8 だとちょっとねピント薄すぎたのか、それともF1.8 だとこういう写りなのかわかんないですけど、ちょっとぼんやりした感じで何が何だかよくわかんない写真になっちゃってますね。で次はこの手前の草花をぼかして背景の方にピントを持ってくるとどういう感じかなということで、このねちょっと点々にボケた手前の感じを見てみたかったです。手前のねこの草花の点々のボケがこんな感じで写るっていうのは見れてよかったんですけど、この写真全体としては、何が何だかよくわかんないっていうちょっと良くない写真ですよね。で次これ野球をしてる子どもたちがいたので後ろから撮ってみたんですけど、これねフェンス越しに撮影してるんですよ。うっすらとフェンスのラインが見えてはいるんですけど、見えますか？フェンス越しにこの男の子にピントを合わせて撮ってみました。ちょっとねこの左の方が黒つぶれしちゃってたので、もう少し明るく撮ってもよかったのかなと思います。で次これね、後ろの建物にこの木の影が結構綺麗に映ってたので、コントラストが取れるかなと思って撮ったんですけど、意外にそのコントラストが出てなくってぼんやりした感じになってますね。でそれから、真正面から撮ったつもりだったんですけど、全然正面じゃなくて微妙に曲がってて、全然いい感じじゃないです。で次これ地面にこう木の影が入っているところにサッカーボールが落ちていて、それを上から撮ったんですけど、これもねちょっとピントを薄くしたんですよ。なのでなんとなく全体的にぼんやりしすぎちゃって、もうちょっと絞った方がいいですね。このレンズ F1.8 でちょっとボケが綺麗なんじゃないかなということで、なるべくねちょっと開放に近い方で使ってたんですけど、この後も見てもらうんですけど、実はねやっぱりちょっと絞って撮った方が綺麗に撮れるレンズかなと思いました。で次これもねもうぐちゃぐちゃして何が何だか分かんない写真になっちゃってるんですけど、私がこう自分の目で見た時にはマネの「草上の昼食」っていう回がありますよね。あれのなんとなくイメージで撮ったんですけど、全然草上の昼食じゃなかったっていう。で次です。これはねシャッタースピードを速めにして動いてるものを止めてみようっていう意図で撮ってみました。具体的にはこの男の子ですね、この子が、ぐる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 回ってたんですよ。なので、その瞬間を止めてみようと思って撮ったんですけど、狙い通り動きはしっかり止まってはいたんですけど、ちょっと全体の構図のバランスが悪い。ちょっとカメラもう少しこうですね、上から下に向ける感じの方が良かったのかなと思います。どちらにしろいい写真ではないですけどね。さて次はね、これ手前の光の指しているライン、ここに人物が来た時にシャッターを押そうと思って撮ったんですけど、これはねタイミングも別に悪くなくて撮れたと思います。ただねちょっと拡大してみると微妙に、この人物の上半身と子供がねちょっとブレてるんですよ。ということは多分シャッタースピードが遅かったということで、もう少しねシャッタースピード速くても良かったなと思います。で次これも同じ場所で撮ったんですけど、これはシャドウとハイライトのコントラストを撮ろうかなと思って撮りました。拡大してみるとハイライトがちょっときついかなっていう気がします。で次これはね上を歩いてる人と下を歩いてる人でバランス取ろうかなと思ったんですけど、構図も中途半端だし、何が何だか分かんない写真になっちゃってますね。こんなんばっかりですね。で次これもねほんとね最悪ですよね。太陽が真上から差してる時間帯だったので陰影がほとんどないっていうので、全体的がのぺっとしちゃって、さらにそこに木とか芝生とかがあるっていうことでもうぐちゃぐちゃ、もう何が撮りたいのか分かんないですよね。で次、これも同じですよね。もうごちゃごちゃしてて、もうちょっともう白黒写真でこういう場面はね撮らないようにします。気をつけます。で次、これはねこの鯉のぼりを撮ろうと思って撮ったんですけど、ちょっとやっぱりライトがフラットっていうのもあって、
ちょっとつまらないですよね。ただこの結構絞って撮ったせいかパリッと綺麗にこうシャープなんですよ。これ50年近く前のレンズと思えないもうパリッとした写りですよね。で次これは今の写真と角度を変えて撮ったんですけど、こっちの方が綺麗ですよね。太陽が窓に反射していてこの光が綺麗だっていうことと、それからシャドウもここら辺に入っていていいんじゃないかなと思います。これもね結構パリッとシャープな写りになってますよね。やっぱりちょっとある程度絞って撮った方がいいですね、このレンズ。で次これはねこの木の影がもう少しはっきりくっきり出るのかなと思って撮ったんですけど、なんかぼんやりしてますよね。これも、何が撮りたいのっていう感じですよね。で次これは窓枠の中からまた後ろの窓枠ということで、焦点はこの電話のところに合ってます。ちょっと後ろからの光も入ったりとかしてて、狙い通りの写真ではあるんですけど、こうやって見てみるともう少し絞ってもよかったのかなっていうふうに思います。で次これは休憩でコーヒーショップに入ってお手洗いに行ったらなんか中が可愛かったので、鏡に映ってる自分を撮ってみたんですけど、あとねこういう暗いところで ISO400 のフィルムってどういう感じなのかなっていうのを試したかったので撮ってみたんですけど、フィルムの流浄感っていうのかな、これがすごく綺麗だなと思います。で次これ休憩してたコーヒーショップのテーブルなんですけど、ピントをねこの犬の顔のところに持ってってるんですけど、これもね確か F1.8 かなんかで撮ってるんですよ。もっと絞った方がいいですね。ただ背景のこのクリーミーなボケ方と、あとこの流浄感とかねやっぱり綺麗ですね。で次これこのコーヒーっていうところにピントを合わせてて、本当はこの奥の窓から入るライトとこの内側の壁のシャドウ部分がねもう少しコントラストがパキッと出るのかなと思ってたら、意外にこうフラットな感じに映ってて、私がイメージしてた感じとは違う絵が出てきましたね。で次これもね完全に F 値の設定が間違ってますよね。これも今ここに人がいるの見えますか？これ自転車に乗った人が通ってるんですけど、もう全然その自転車に乗ってる人っていう人影すら何が何だか分かんない感じで、もっと絞って撮った方が良かったですね。なんかついつい開き気味で使ってみたいなと思っちゃうんですよね、こういう明るいレンズって。でちょっと拡大してみるとこの背景のボケ方がねちょっと面白いですね。こういう写真の時ではなくてまた違う写真の時にね開き気味でうまく使えたらなと思います。で次これ橋の上から見下ろしたら、下で麻雀をしてる人たちがいたので、ちょっとその麻雀のテーブルを撮ってみたんですけど、なんかねやっぱりこの葉っぱとかがぐわーってある写真ってモノクロ写真に向かないのかな。なんかこう全体的にわっさーもっさーってしてて、ちょっとすっきりしない感じがあんまり好きじゃないです。で次これはね橋の下から上を撮ったんですけど、ちょっとこの右側のハイライト、要は太陽がこっちから差してるんだと思うんですけど、ちょっとこのなんかこの光の入り方が好きじゃないですね。あと本当はねこの日傘を差した女性がこの辺にいる、こういう感じで撮りたかったんですけど、これもねシャッターを押すタイミングがずれてここになっちゃってるっていう感じです。で次の写真、これはね私構図的には気に入ってるんですよ。この上の、なんていうの、この鉄橋のライン、それから影のラインそれから、人物の位置、ここら辺はね気に入ってるんですけど、結局これちょっとピントボケてるんですよね。なので、このボケた感じが昔っぽいといえば昔っぽいけれども、ピンボケなのでどうなのかなっていう感じですね。あともう少しねこのシャドウが濃く出てても良かったんじゃないかなとは思います。で次の写真、これはね本当はねこの辺りに日傘を差した女性が立ってくれないかなと思ってタイミングを待ってたんですけれども、なかなかそのタイミングが現れず、いいやと思ってとりあえず押しちゃったっていう一枚です。で次これはね見ての通り、女性がバラの写真を撮っているところを後ろから撮ったんですけど、
ちょっとね構図に無理があるっていうか、もう少しこっち側ですよね。もう少し右側ので撮れたらよかったのかなと思います。これね、あと背景のボケがね結構面白いんですよ、よくよく見ると。今のデジカメで撮るとこんな写りにはならないと思うんですけど、結構このプツプツプツっていう丸いボケがね入ってるんですよ。なんかこれが面白いですね。で次、もうこれはもうありえないっていう感じですね。もう完全に手前の建物が黒つぶれしちゃってて、逆光で撮るとこういう風になりがちなのかな。フィルム写真ってオーバーで撮っといた方がいいんですよね。でついつい普通の適正露出で撮ってるとこんな感じで完全に黒つぶれしてる写真になっちゃいますね。これはね、狙ってこうなるんならいいですけど、私特にこれを狙ってたわけではないので、もう大失敗写真ですね。で次、これはタクシーのこのハートのマークとその反射を撮ろうかなと思って撮ったものなんですけれども、もうちょっと構図的にこう右寄りの方が良かったのかな。ちょっとなんかちょっと落ち着かない感じの構図になっちゃってるかなと思います。で次、これはね結構パンフォーカス気味で撮った写真で、どれぐらいこうパリッと撮れるのかなっていうのを見てみたいなと思って撮ったんですけれども、結構ねこれもねキレッキレで綺麗な感じで撮れてますよね。このレンズほんと絞って使った方がいいですね。で次の写真なんですけど、これ手前の方に結構光が差してて、後ろの方が暗い感じだったんですよ。なのでそのコントラストが取れるかなと思ってシャッターを押したんですけど、仕上がり見てみたら意外にそのコントラストが出てなかったですね。手前に差してる光に当たってこの人物がもう少しふわっと浮き上がるのかなというのを期待して撮ったんですけど、ちょっとフラットな感じになっちゃってますね。で次、これね建物にミラーがあったのでカメラ覗いてみたんですけど、私は実際に見ている分にはこの大きな方の自分しか見えてなかったんですよ。それがレンズを通してみたらこの真ん中のね小さい自分がいたので、この二重に重なってる姿が面白いかなと思って撮ってみました。さっきもね言ったんですけど、このフィルムの流浄感っていうのかな、これがすごく綺麗ですよね。でこれ一番最後の写真なんですけど、これ右側のところだけね二重露光になっちゃってますね。フィルム最後まで撮り終わったことに気がついてなくて、次の写真もシャッター押しちゃったんですよ。フィルムのメモリのところが36になってるのは見てて、もう終わりなのかなどうなのかなとは思ってたんですけど、まだシャッター押せるしまだ負けるんですよ。なのでまだいけるのかなまだいけるのかなと思ってシャッターを押し続けてたら、なんか一番最後のところがね30露光みたいになっちゃってて、何が何だか分かんないような写真が撮れてました。さてこのカメラでのファーストロール全て見ていただいたんですけど、フィルムカメラってシャッターを押すごとにコストがかかるので、デジタルカメラみたいにバシ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 押せないっていうことで慎重にやってはいたんですけど、慎重に時間をかけてやっていた割には大したもん撮れてなかったですね。慣れもあると思うので、もっと頑張っていいのが撮れるようになりたいなと思います。それからまた違うフィルムを使ってこういう企画やりたいなと思っているので、フィルムカメラに興味がある方ぜひチャンネルフォローお願いします。それからいいねボタンもぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。